はい、皆さんこんにちは。今回はこちらの VZ シャシ。もうね、このマシン BMAX レギュ用で作っていて、ほぼほぼね、完成しているんですが、一つね、気になることがありましたので、今回そちらを検証していきたいと思います。それが、これ、ギアってどれがいいんだろうって疑問になったんですよね。このマシン、現在、超速ギア 3.5 対1のギアが入っています。わりかし僕は 3.5 対1の超速ギアを使うことが多いんですが、この BMAX マシン、ポン付けレギュでタイヤ径もだいたい 26mm 大きいので、3.5 対1のギアじゃちょっとトルクが足りないんじゃないのかなって思っているんですよ。ただこのトルク感に関しては、走らせてみないとね、なんともわからないので、今回はこのカウンターギアとかスパーギア交換して、スピードがどれぐらいギアで変わるのか、ここからなんとなくトルク感を予想して、こいつに搭載してみたいと思います。この VZ シャーシ、現状 3.5 対1の超速ギアが入っています。こんな感じですね。この水色のカウンターギアと黄色のスパーギア、この組み合わせが 3.5 対1になります。なので今回は 3.5 対1から片軸シャーシ5つのギア比が選べますので、3.7 対1、4対1、4.2 対1、5対1と交換してスピードがどれぐらい変わるのか見ていきたいと思います。電池の電圧は 3V に統一して、現状入っているモーターはアケポンのジャパンカップ2021のハイパーダッシュモーターになります。まずは 3.5 対1の超速ギアですね。はい、電池の電圧が 3V になりました。スピードだけで言ったらね、一番速いと思うんですよね。はい、こんな感じになります。アベレージが 33.95、トップスピードが 34.42。緑のカウンターギアと黄色のスパーギア、こちらの組み合わせが 3.7 対1になります。はい、電池の電圧が 3V になりました。はい、こんな感じですね。アベレージが 33.76、トップスピードが 34.04。黒のカウンターギアと薄茶色のスパーギアの組み合わせが4対1のギア比になります。はい、電池の電圧が 3V になりました。はい、こんな感じですね。アベレージが 31.73、トップスピードが 31.95。赤いカウンターギアと薄茶色のスパーギア、こちらの組み合わせが 4.2 対1のギア比になります。はい、電池の電圧が 3V になりました。はい、こんな感じですね。アベレージが 30.51、トップスピードが 30.81。青のカウンターギアと黄緑色のスパーギアの組み合わせが5対1になります。でね、この青のカウンターギア、620ペアリングが入らないんですよね。一応520ペアリングを入れたんですが、ちょっとね、見ていただくとわかるんですが、結構スカスカでこう動くぐらいなんですよ。ベアリング入れてる意味あるのかなぐらいなんで、どうなるのかわからないんですが、この5対1だけカウンターギアに関しては少し雰囲気が違ってきます。はい、電池の電圧が 3V になりました。
はい、こんな感じですね。アベレージが 26.38、トップスピードが 26.66。全部のギア比のスピードが測り終えました。結果はね、こんな感じで、5対1はさすがにギア比の差が大きいので、スピードが落ちましたね。それ以外順当にスピードの方は落ちていった気がするんですが、3.5 対1と 3.7 対1、思ったよりね、変わらなかった。アベレージがだいたい 0.2 キロぐらい。トップスピードがだいたい 0.4 キロぐらい。ここね、ちょっと気になるので、もう一度 3.5 対1、測り直したいと思います。どうしてもね、モーターも使いましたし、電池も同じものを使っているので、最初に測った方がスピードが遅いっていう可能性があるっちゃね、あるんで、もう一度測ってどう変わるのか見てみたいと思います。はい、3.5 対1のギア比に交換が終わりました。このギアもね、使っていたんで多少その辺も影響はあるのかなと思うんですが、まあ言うてもね、そこまで走らせてないんでね、多分大丈夫だとは思うんですけれども、とりあえずね、もう一回測ってみたいと思います。はい、電池の電圧が 3V になりました。はい、こんな感じですね。アベレージが 35.56、トップスピードが 36.20。結構上がりましたね。最初に測った時よりも 1.56 キロぐらいアベレージが上がって、トップスピードに関しては 1.8 キロぐらい上がってますね。こうなってくると、もう一回 3.7 対1。これもね、測っておきたいと思います。はい、3.7 対1に交換が終わりました。これでね、また超速ギア 3.5 対1と変わらなかったら、もうね、ちょっとどうなんですかね。わかんなくなってきちゃいますね。はい、電池の電圧が 3V になりました。はい、こんな感じですね。アベレージが 34.30、トップスピードが 34.68。はい、こちらもおおよそアベレージもトップスピードも 0.6 キロぐらい上がりましたね。やっぱり電池モーター、この辺の影響があったのかなと思います。はい、今回はちょっと気になったギア比でどれだけスピード変わるのか。きっとスピードが落ちた分トルクが上がったと思うと、ちょっとね、参考になるかなと思って実際に検証してみました。最終的にこんな感じで 3.5 対1、アベレージが 35.56、トップスピードが 36.20、3.7 対1、アベレージが 34.30、トップスピードが 34.68、4対1、アベレージが 31.73、トップスピードが 31.95、4.2 対1、アベレージが 30.51、トップスピードが 30.81、5対1、アベレージが 26.38、トップスピードが 26.66 という結果になりました。これを見る限り、順当にスピードの方は落ちていっているので、その分トルクっていうのは上がっているのかなと思います。今回作っている VZ シャーシ BMAX レギにとりあえず乗っ取っているので、タイヤ系の変更がそもそものね、タイヤもともとあるやつですね。これを交換することで変更はできるんですが、フェラタイヤとかを使うことはできないので、このギア比っていうのもそのタイヤ系に合わせて交換した方がスピードは遅くなってもトータルのタイムだったりレースなんかでは速いんじゃないのかなと思ったんですよね。なんとなくね、一番スピードが出る超速ギアというのをね、僕はね使いがちなんですが、今回の結果を踏まえてどうなんですかね。 3.5 対1とかはもうペラタイヤでも23ミリとかその前後ぐらいなのかなって思ったり、26ミリとかになってくると 4.2 対1とか4対1とかの方がいいんじゃないのかなとバランス的に思ったので、とりあえずね今4対1に変更してみました。もしかするとね 4.2 対1の方がバランスがいいっていう可能性があるので、この辺はね走らせて変えていきたいと思います。
できればね、3.7 対1、3.5 対1には変えたくないんですよね。理由はね、この、スパーギアまでね、交換しなきゃいけないんで、これちょっとめんどくさいなと、個人的にはね、思っちゃうんですよ。カウンターギアだけだったらね、こう、外してね、ちゃっと交換できるので。また、コースレイアウトによっても、ストレートが長いのか、それともコーナーとかジャンプセクションが多いのか、そういったのにも合わせて、スピード重視で行くのか、再加速重視で行くのか、この辺はね、コースレイアウトによっても変わってくると思います。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。いや、こうやってね、データを取ってみると分かることだったりとか、不思議にね、思うことっていうのもありますよね。先ほどあったみたいに 3.5 対1と 3.7 対1。思ったよりね、他のギア比と比べてスピードが変わらないなってなったらね、どこがね、原因なのか。本当にそのデータが合っているのか、それとも他のところでスピードの差が生まれているのか。多分今回は実際にマシンを動かして計測しているので、電池、そしてモーター、このあたりが動かすことによって少しね、活性化されたというんですか、そんな感じになって、3.5 対1のギア比で動かした時よりも 3.7 対1の方が速くなっていた。さらに他のギア比を試していって、最初に測った 3.7 対1よりも再計測で測った 3.7 対1の方が速くなった。そんな結果だと思うんですよね。この辺はね、本当にね、難しいですね。単純にギア比だけの正確なスピードっていうのはなかなかね、出ないと思うので、今回の検証も、言うてしまえば参考程度に参考にしていただければなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。